こんばんは。すいません。マイク出てませんでした。マイク出てると思っていました。すいません。ありがとうございます。なるさん。こんばんは。今日も来ていただいてありがとうございます。今日も暑いですね。こんなに天気いいっていう感じでもないんだけど、天気は良かったか、昼間。でも、ちょっとね、風が出てきた感じなんですよね。あんまり良くないんだけど、すごい暑い。エアコン消してると暑いし、エアコン入れると寒いしっていうような状態ですね。いや、今日もね、今日はね、サンセットをライブでやろうかなと思ってたんですよ。それなんだけど、三脚が見つからなくて、こう立てる棒はあるんだけど、足がなんか取り外し用のやつで、この足がどっか行っちゃって、ちょっとサンセットライブできなかったんですよね。夕日もそんなに綺麗ではなかったんで、雲の中入っちゃってたんで、サンセットライブっていう、ね、グリーンフラッシュみたいなものを見れるような状態ではなかったんでね。なんですけど、いや本当は暑いんだけど、扇風機だけじゃちょっと暑いし、エアコンかけると寒いし、微妙な今温度ですね。で、昨日はトランプさん関税発動するよって、この 2.5% だったのが 25% プラスされるわけだから 27.5%。 ねえ、1万円で買えるものが27万5千円プラスされるっていうことになると、車も相当、日本車が相当高くなりますよね。これはちょっと昔のトランプ政権の時に、トランプ政権の時は良かったけど、そのトランプ政権の後、結構アメリカの人たち、庶民にはね、苦しい思いをしたっていう記憶があるんですけどね。結構やられちゃったなっていうことが記憶にあるんですよね。今度はね、そうならないようにお願いしたいけど、それよりもなんかすごいことをどんどんやってるような気がするから、もういらないものはどんどん削除だし、でイーロン・マスクさんはね、国民のためになるものをどんどん残すとか増やすって言ってますけど、これどんどんもうサイパンなんかのことなんかまず考えていない感じで、中国からの輸入品も値段が上がるし、もちろん日本からの値段も上がるし、日本からは比較的1%とか1%から10%ぐらいの関税だったと思うんですけど、それがもっと上がってくるっていうことになるし、中国からのものがね、かなり高くなっちゃうっていうのは結構辛いんじゃないかなと思うんですけど、
韓国韓国とねアメリカは仲いいから、パートナーシップを持ってるから、韓国からのものがやっぱ一番安く仕入れやすくなるんじゃないかなって思ってるけど、でも食品とかに関して言えば、中国の品物よりはちょっと韓国の食品のがちょっと安心するっていうのはあるし、まだね中国の食品に関してはね、段ボール事件みたいなのが頭によぎっちゃってるんで、あれはすごい衝撃でしたよね。段ボールとかを肉に混ぜて増量して肉まんとか餃子とか作って出荷しちゃったって言ってたニュースがなんか頭に残ってますね。それがねちょっとやっぱり不安なんで、韓国からのもの物資に関してはまだ課税が増えない増税されないっていうのがまだ救いですよね。韓国からのものがサイパンはかなり多いんで、結構多いと思うんですよ、韓国のもの。やっぱり食べ物とか冷凍食品は韓国のものが多いですね。だからまだね救われる。風がこう強くて、なんか熱帯みたいな、一歩手前みたいな状態かな、天気が。熱帯にはなってほしくないけど雨は欲しいですね。雨だけは、雨が降んないともう地面が冷えないからね。そういう、ちょっと待ってください、水をこぼしちゃってさっき。ちょっとそれがほっと冷たい、かなり冷たい。あ、のばるさんこんばんは。ありがとうございます。今日はね、ちょっと行ってきた動画を流したいなと思っているんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこの水をなんとかしよう。ダメだ、冷たくてヒヤッとするんで、ちょっと待ってくださいね。
お待たせしました。すいません。もう水がね、ちょっとえらいことになっちゃったんで、もうなんでこぼしちゃったんだろう。もうなんか始まる前に必ず何かをやってしまうんで、本当にちょっと冷たくて、今タオルを1枚引きました。もう困っちゃう。すいません。ドル円はね、なんか149円に入りましたね。リスクオフでしたね。センチメントがリスクオフに向いちゃって、これ下に抜けるんだ、明日ちょっと上がるでしょうけど、そこからストーンと下に落ちてくるような形状をしてますけど、落ちてきたら147円50を抜けてきたら138円まで行くのかなって気はするんですけど、まあ分かんないですよね。関税をトランプ大統領が発動するよって昨日言ったせいもあると思うんで、これやっぱりやめたなんて言ったら、やっぱりやめるわ日本にはとか、日本にはやめるわ、日本にはやめるわって言ったら日本円が強くなるってことだよね。日本には関税やめるわっていう可能性もなきにしもあらず、いきなりなんかあるようなないような、中国はねかなり怒って報復関税かけてくるって言ってますから、中国のものが高くなるとよろしくない。サイパン物価が上がる、もっと上がってしまうから、どこの国もそうだと思うんですよね。中国のものが仕入れるものが上がることによって、もうアメリカ本土もかなり苦しいことになっていくっていうのは目に見えてるんですけどね。なんでこれやるんだろう。戦争は戦争なんでしょうけど、ちょっと辛いのが目に見えてるっていうのはよろしくないと思うんですけどね。どうすんだろう。ドル円が少しでも下がって観光客が増える。でもサイパンに増えるかな。でもダイビング好きな人と何もないのが好きな人っていう限られてるところに入ってくるから、何をしたらねサイパンが生き返ると思いますか？なんか産業をやらないと産業やってもね、結局輸出コストがかかってサイパンのものっていうのが高いものになってしまうっていうのが結局のところついてくるんじゃないかなって思うんですよね。アメリカに出す分にはアメリカが負担してください、その輸送費をっていうのをお願いしてたみたいなんですけど、それも無理だと思うので、救済アメリカの救済もしてくれないみたいだから、コロナのお金は絶対使っちゃいけませんよって、あまりは使っちゃダメっていうことに決まって返還してくださいっていうことに結局決まっちゃったから、あのお金を結構国民っていうか島民にばらまくみたいな救済措置を
政府は取ろうとしてたんですけど、それもできなくなった。何をね本当したら裁判が良くなると思いますかね。なんか案があったらコメントください。もう本当にでもこういう建物トヨタとかがドーンとこう大きなこう建物をね立派なものを建てたっていうことはなんかあるんじゃないかななんて下心っていうか考えちゃうんですけど、アメリカの救済待ちですかね。なるさん、アメリカの救済待ちですかね。なるさんね、それがね出してくんないみたいなんですよ。もともとがね1990年の後半にサイパンは縫製工場とかで潤ってた時期があったんですよ。その時期の知事がアメリカに対してもう救済なんかいらないよって902っていう救済があったんですよ。アメリカがサイパンを援助しますよっていう協定があって、その協定をいらないよって言っちゃったもんだから、そこからそのやつがなくなっちゃったんですよね。復活しないでいるんで、なんとかその後も日本人がいっぱい来たり、その後韓国人がいっぱい来てくれたり、中国人がいっぱい来てくれたりっていうんで、結構潤ってる時期が続いたりしていたんですけど、もうパタッとねコロナ禍の前ぐらいからかな、中国人が泊まり、韓国人も泊まり、日本人はもう泊まってましたね。コロナの前ぐらいから。コロナ禍はね、世界的に大きなことですけど、止まっていたんで復活をね待ちわびてたんですけど、どこの海に行っても土日でもね人がいないプライベートビーチ状態ですね今は。アメリカの救済がね入ればねって言っても、やっぱりアメリカからしたらトランプさんからしたらサイパンあたり関係ないんじゃないかなって、グアムあるからいいやぐらいの感覚で、もっとサイパンが、テニアンが演習場になるとかそういう話がありますけど、そういうのが進むことに決まってからじゃないかなって、本当にアメリカの言うこと聞くんならねっていうぐらいの感覚じゃないかなと思うんですよね。活性化するにしてもテニアンでオンラインカジノがねできるように会社が作れるようになったらしいんですけど、でも結局のところオンラインカジノが作れるようになったけど、光ファイバーとかないとオンラインカジノとか成り立たないんじゃないのと思うんだけど、どう思います？ DSL で相手の国が光とかを使ってるのに、光とかの国に結局配信してオンラインカジノ、ちょっと無理があるような気がするんですけどね。インターネットがとにかくまだ DSL なんで、こっから今光を入れていくっていう作業をしていて、5年ぐらいかかるでしょどっちにしても。だ
やっぱりアメリカがアメリカの下に入るんなら、ちゃんと下に入るんなら、今は知事の権限っていうのが大きいから、知事の権限があるからこそヘルプを出さない。今までヘルプを出していても横領とかなんか賄賂とかそういうことが多かった、そういう疑惑の方が多かったから出さないんだと思うんですけど、そういうことをね監視するような人たち、例えばマスコミはそういう権利を持った人を監視するのがマスコミでしょ。でマスコミがそういうものをもうちょっと、メディアはもう政府寄りだったり、もう広告主さんね、お金払うじゃない、その人たちの顔色見たり、結局は確信に迫る報道はできないんだよね。なんか全部がね、カジノ報道でも何でもこんな感じなんですよ今って言って、だけどその深掘りが全部ないのね。もう全部ね、表面的、表だけ報道して深掘りがないんだよね。結果ほら、住民も投資家も正確な情報がなくて不透明な状態が続くから、やっぱりね、こういう状態がどんどん続くと、普通だったらね、信用が落ちて、今がそうなのかもしれないよね。信用が落ちているからこそ投資家がいなくなって、どんどんいなくなって経済も悪化して、でもそれで外部メディアがね、もし関心を持ったりすれば、住民側がなんかあった、言ってる。外部のメディアがそういう状況のサイパンに関心持って、住民側が自分たちで情報を発信していかなきゃダメだこれはっていう感じにならないと、正しいはずのね手法、そういうことをやんなきゃいけないはずのところがね、ちょっと歪んでるから、正しく機能するはずのね制度が、仕組みがね、サイパンではねちょっと歪んじゃってるんだよね。政府の監査制度も本当ならもうちょっとね、いろんなチェックが入るはずなのに、実際には不正見逃したり、関係者同士でもう拭い合ったりして機能してないから、書類上は問題なしとされてても実態はひどい状況だったりするから、ちょっと歪んでんだよね、結局のところ。チェックする側が腐敗してるから結局形だけの制度になってて、本来の目的が果たされてないんだよね。で今そのツケが来てるような状態の海岸ビーチ、誰もいないだと思われるんだけどね。そうなんだけど、誰もこの状況に
メスを入れない。例えば私の事件にしたって12年前の事件にしても、騒げば私が騒げば騒ぐほどこういうことがあったんですよ、なんとかしてくださいって騒げば騒ぐほどあの結構やばい状況に陥ったからね、殺されそうにももちろんなったし、命を狙われる。それでなおかつお店に薬を置いていかれる、コカインとかそういう系の薬ね、だから犯罪者にさせられるとこだったし、あれはビデオ撮っといてよかったよ。ビデオも撮ったしね、警察がそのまま持って行ったけど、でも書類もその持っていくときにこう何も書かないんだよね。こういうものがありましたねっていうことを書いたり、そういう制度がちょっとおかしいよね。そういうとこがね、全てねちょっとおかしくなっちゃってるからね。そういうとこが生ぬるい、甘い、なんていうの、だからこそ何かが歪んじゃってて機能していかないんだよね。なんでこういまだにだから政府の人たちは私の事件をこう明らかにしようとかもしないし、マスコミもそれに対してもう政府の方に忖度しちゃうし、忖度っていうのそうだよね、政府の力に負けるっていうの、圧力に負けるっていうのだから、どの事件にしても、例えばミッシングパーソンがいました、その後追いかけないで、死体になっちゃったら死体になりましたで出るけど、じゃあそれがなぜかっていうことを追いかけない。日本だとそこをガーって追いかけるでしょ。なんでだったんだろうとかマスコミが異様なぐらい追いかけたりするけど、それがねないんだよね。全くと言っていいほど調べない。あなるさん、でもサイパンには魅力が海だけ。どう通っていいんだろう。魅力海だけですよね、今はね。だからね、ほんとテニアンのカジノっていうの、そのオンラインカジノが作れますよって言って投資家を呼び込みたいんだろうけど、実際のところインフラもままになってないわけだし、インフラがこれからこう整っていくのも5年で済むのかな、もっとかかるものなのかな、2、3年でちゃちゃってできちゃうものなのか。マニャガハ島の横にある船みたいのが動き出さないと、とにかく光ファイバーがまだつかないって言ってたから、動いてないしまだ結局のところはね、何年かかるのか全く分かんない状態ですよね。ああいうの見てるとちょっと不安だなと思うし、
日本は日本はじゃないわ、マスコミが、日本は異様なぐらいに動くけど、サイパンはマスコミっていうか新聞社が今1件しかないし、なおかつテレビ局も1件しかないし、動いてるのか動いてないのか。うちはケーブルテレビ引いてないんで、サイパンのテレビ見れないんだけどね、 YouTube でサイパンのテレビを見るぐらいしかできないんだけど、なんかね、ほんとことを追ったりすることがないんだよね。だからどうしてそうなってっていうことを追わないんだよね。結局政府が発表したことだけっていうので終わってしまったりするから、その深掘りが欲しいよね。深掘りをしてくれないと、あの事件はどうなったのとか、まず全くわからない状態でことがね進んでない。なんか日本領事館の領事変わったのかな。昨日だか一昨日だかの新聞に女性の方、違うかな、ちょっとねちらっとしか見てないんだけど、なんか女性の方になったんじゃないか。そんなわけないか。この間そんなわけないよな、領事の方。なんかね、ちらっと見た時に女性しか映ってなかったような気がするんだよね、日本の。そんなわけないよね。今度読んどこう。領事、サイパンに来る領事って昔は日本領事の方って定年前の 2,3 年とかの方が多かったんですよ。そんで謳歌して帰るっていう方がほとんどだったんだけど、今回この間去年お会いした領事、若いしちょっとびっくりしちゃったし、若い領事で全然天然前じゃないし、こういう感じの人も来るんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、どうなるんだろう。もうちょっとちゃんと見ればよかったな。なんか女性の方に変わった。なんで読まなかったんだろう。なんか読もうとして読まなかったんだよな。気分が新聞に集中できなくて読まなかったっていう中途半端な状態で今ふと思い出した。ね、あとはサイパンが助かる面はなんかないですかね。なるさん、のばるさん。海藻とか作るしかないと思うんですけど、海藻もうとにかくここでの産業って小笠原とか硫黄島とかあの辺では昔マグロやカツオを取ってそれをこう漁業が盛んにやってたっていうんですけど、サイパンもそんな変わんないじゃないですか。だから
マグロもカツオはめちゃくちゃ取れるし、カツオめちゃくちゃ取れるんだから、そういうのをなりわいとしてやるっていう方法もあると思うんだけど、なんかね、サイパンの人って産業、そういうなんていうの、でも漁師の人はいるからな、ちゃんと漁師の人はいるけど、島で外に輸出までやってないのかな。昔マグロを輸出してるっていう人がいたけど、今はどうなってるんだかわかんないけど、マグロをね、どこで、北の方で取ってくるのか南で取ってくるんだかわかんないですけど、マグロを日本とかいろんなとこに輸出してる仕事をしてるっていう人がいましたけど、ああいうのをね、もっと盛んにやる。ここの海なんかね、ちょっと行けばもうめちゃくちゃ深いんだから、そういうとこに養殖場を作るとかね。ダメかな、台風とかで飛んでっちゃうのかな。例えばサイパンにエイエイをエイを触るエイとサメを触る場所があったはずだけど、あれもなくなったな。シータッチだ、シータッチ。なくなった、なくなった。そういえばシータッチっていうのがあったんですよね。エイとサメを手で触れるっていう場所があって、当時フィエスタホテルの目の前に2年ぐらい前は、23年ぐらいまで、前はあったと思うんで、でもなんかなくなってたの。この間フィエスタクラウンプラザ行った時なかった。そういえばみんなエイとかは海に帰ったのかな。海に帰ったんだろうな、きっと。いやそんなんで、なんかね、サイパンって自分で産業をするっていうものがないんですよね。塩作って塩とか塩ぐらい作れるよね。塩じゃダメかね。ウユニ湖の塩の方がいいのかな。やっぱりあっちの方の塩の方がちょっとわかんないけど、塩がね、塩は絶対取れると思うんですけどね。そうね、これね、ちょっと待ってね。どこ行った。あれ、動画をね入れたんですけど、撮ってきたやつがあるんですけど、ちょっと待ってください。どこ行った。あれ、今日の動画、あれれ今日ね、マリアの祠っていうところに行ってきたんですよ。サイパンではちょっと違う言い方をするんですけど、なんて言ったかちょっと忘れちゃったけど、マリアの祠に行ってきたんで、その映像が、あれ、どこ行っちゃったの。あれれれ、マリアの祠を行ってきて、ちょっとね撮ってきたんですけど、愕然な、ちょっと違う。あれ、どっか行っちゃった。どこ行ったの。どうしてこんなないわけ。あったあった、これだよな。あれね、どうして出てこないのこれ。これを切らないからか。これを切ってこっちか。これですね。こうちょっとね、ガバメントを過ぎた時に道わかんないから不安だったんで、
ググルググって案内してもらいながら行ったんですけど、これね、いつものガバメントの道ですね。この間ね、深夜さんが、今日深夜さんいらしてないけど、深夜さんがキングフィッシャーの手前を左に曲がるとかって聞いたんで、手前って道ないぞと思って、どこ曲がるんだかをちょっと分かんなかったから、もうググってみて、そしたらもうずっと先だったんで、もう余計はどこを曲がるのか分かんなくなっちゃって、昔曲がった時は、昔行った時にね、その昔に行った時はこの道から砂利道、ここも砂利道だったけど、砂利道から砂利道の細い道に入った記憶があるんですよ。だからどの道を本当左に曲がっていくのか、キングフィッシャーのとこ曲がっていくんだっけなと思いながらいたんですけど、じゃあそれも違うで、キングフィッシャーのどうやら先の方だっていうことで、なおさら地図を見てね、分かんなくなっちゃって、だからもう Google に案内してもらうようにしてたんですけど、結構ガバメントの手前からググったら車で6分とか書いてあったんで、近いじゃんと思って、これ近いからいいんじゃないと思ったら、とんでもないんだけど全然近くない。普通近いっていうのかな、これ全然近くない。結構行く。もっとね、もっと手前にあるのかと思ってた。6分って言ったら、だって6分走ったらね、だいたいガラパンまで着いちゃうんですよね。ガラパン行くより遠かった。結構果てしなく走った。果てしなくずっとこれまだ走っていくんです。まっすぐのラウラウ方面に。そうです。マリアキリストですか。そうですね。キリストのマリアの祠っていうのがあって、ここにちょっとね行ってきましたね。ここを曲がるんですよ。すごい綺麗な道になっちゃってて、もうちょっとびっくり。曲がったところだけ綺麗。アスファルトは引かれてるんですけど、もう途中からまた砂利になっちゃって、マリアの祠のね、現地の名前では何て言ったかな。これ永遠と走って6分じゃないんですよ、絶対。6分で着くとかって書いてあって、6分じゃ着かないっつうのって、もうあれこれをまた右に曲がるとかって言って、そう曲がったんだ。曲がって、
でね、のばるさん、あそこ暗いよな。そう、暗いっていうイメージが私もあったんですよ。暗いっていうか、木にね、こう、そう、暗いっていうイメージかな。到着しました。そしたらなんか、こんなになってて、なんか、僕もっと木に覆い茂っててっていうイメージだったんだけど、全然木なんかなくなっちゃってて、もうスカーンとこんな開いてたっけなって。こういう私のイメージはもっと木が覆い茂ってて、本当に祠、神聖な、まあ神聖なんでしょうけど、今ももっと祠がね、木に覆い茂っていたイメージがあったんですよ。それがなんかスカーンと開いちゃってて、こんなだったっけなって。で、このね、これはあったかな、こんなとこに柵あったかなって。柵もあって、なおかつ横にフェンスができてて、でなんか水が出てて、井戸じゃないみたい。今なんかね、井戸のタンクじゃなくて、井戸のタンクじゃないウォータータンクが置いてあったから、そこからちょっとね、こんな感じじゃなかったんですよ。もっとね、わーっとね、木に、昔はね、こうジャングルの中にシュッとね開いて、でマリア様もこんな色してたっけなって。マリア様の色もちょっとなんか派手になりませんって感じなのね。もっとね、もっと周りがね、もっと草で覆われてたし、草っていうかこうつるで、本当ね、この場所にこんな光が当たるような感じじゃなかったイメージなんだけど、すごい明るい場所になってて、明るい場所になってました。すごいそう明るいですよね。そうなんですよ、野原さん、明るいんですよ。ちょっとびっくりしちゃったんですよ、私。こう水、ここでね、井戸のこういうのはあるんだけど、ここで手を洗うみたいなんだけど、ウォータータンクが置いてあって、これでお水なのかなって。なんかあれ、この間深夜さんがあれどっかから湧き水が出てて、その水をケンちゃんが取りに来てたっていうの、ここかな、あれどこかな、違うかな、うん、どっかから取りに来てるって言ってたけど、んバルさん、イメージ全く違う
ちゃうちゃいますよね。私もね、なんかね、こういうイメージじゃなかったんですよ。前に行った時にもっと暗いこの辺もこんなん空いてなかった気がするんですよ。全然こんなイメージじゃなかったんですよ、本当に。猫ちゃんがいましたね。猫ちゃんがいて、でお土産屋さんなんてあったかなーって、お土産屋さんがあったんですよ。お土産屋さん昔ねなかったと思うんですよ。私はね覚えてないだけかもしれないんですけど、なんか綺麗な貝のブレスレットとか売ってましたね。で商品はこれ以上商品は取っちゃダメって言われたんで取んなかったですけど、中国の方がやってるお店でしたね。でオーナーさんは分かんないけど中国の方がお店にいましたね。いや周りがねほんと木に全然生い茂られてなくて、こんなイメージじゃなくて、全くもうここのマリアン様のこの今門があるとこ、こんな門もなかったと思うんだけどな、こんなポールの門もなかったと思うんだけど、あったかな。ちょっと覚えてなくて、でも私の頭の中にあるのはあるのはこんなんじゃなかったんですよ。もっとね草っていうか木が茂ってて、なんかマイナスイオンいっぱいなような森の中にこうマリアの祠がポンって置いてあるっていう感じのとこだったんですよね。で帰りももちろんあれを使ったんですよ。Google マップ。ちょっと分かんなくなっちゃって、どっちに出てったらどっちなのか意味が分かんなかったんですけど、突然途中で GPS が切れましたなんて言われちゃって、 GPS の反応がないって言ったのかな。これ私の方に音声が出てこないから分かんない、いつ出てくるか分かんないんですけど、 GPS が切れましたって言うんですよ、携帯が。もうびっくりしちゃって、なんかちょっと怖っと思ってもう通り過ぎたかな、そこ。昨日は X のアカウントがなくなったり、Facebook のアカウントが誰かに入られたようですなんて書いてあったり出てきたり、もうなんかね、そういうことが先月末には Facebook のアカウントを乗っ取られたんですよ、誰かに。でそのアカウントはもう二度と入れなくなっちゃって今も放置されたまんまなんですけど、これ走ってる最中に GPS がなくなりましたとかって言われてね、ちょっとゾクッとしたんですよね。そんなこと言われたの
初めてだったから、これもっと分かんないような砂利道で言われたらめちゃくちゃ怖いと思うんですよね。まだ言われたところにたどり着いてないかな。まだね、アスファルトの道、アスファルトの上の道で言われたぐらいならなんとか走っていけばどうにかなると思うんですけど、砂利道だったらめちゃくちゃ怖いと思うんですよね。どっち行っていいか分かんないと思っちゃうと思うし、意外とサイパン小さくても迷うんですよ。森の中とか入っちゃうと結構迷っちゃうとこ多いから、普通の人は迷わないのかもしれないけど、私は迷っちゃうんでちょっとビビりました。GPS なくなりましたなんて言われたの今までなかったんで、ちょっとビビりましたね。この辺はね、この辺はもうこの辺はまだ、そうこの辺ではまだオールドなんちゃら C に行こうとしてたんですよ。 GPS を使ってそこに行こうと努力をしてたんですけど、その GPS の電波もなくなりましたなんて言われちゃって怖くなっちゃったから返してきましたね。怖っと思って、だんだんガタガタ道に入ってって、そうまだこれたどり着いてないんだ、あそこに。ちょっとねこれずっと走ってったんですけど、なんか入っちゃダメって書いてあって、人に聞こうと思ったんだけど聞く人もいなくて、聞こうと思ったらなんか建物があったんだけどワンちゃんばっかりいて鍵がかかってるところだったんで、これは入っちゃいけないのかなと思って、これまだまだ先に行くんですけど、これの帰りだっけな、これの途中で言われたんだっけな、 GPS の反応がなくなりましたっていつ言われたんだっけな。こっち行ってからだな。こっち行ってからだな。こっち行ってから言われたから怖くなっちゃったんだ、確か。よかったらコメントくださいね。本当にね怖かった。こうずっとねまだまだたまたま GPS をつけて、この場所に行こうとしてこう検索したんですよ。そしたらそんな遠くなければ行ってみようかなと思ったらまた6分って書いてあったんですよ。これね6分じゃ効かない。6分とは書いてあったんだけど6分じゃ全然6分じゃなかった。どこだ？もうね画面がちっちゃくて見えないんですよね。あれこれどこだ？今どこだ？砂利道入ってるところだね。もう私的にはもうかなりビビってるんですよね、この辺で。
こんなんでつけるのかどうか。こんなとこで暗くなられても困るし、意外ともう夕方に行ったんで、日が落ち始めると早いから暗くなるのがもう4時過ぎだから、こんなとこ入ってきて道が分かんなくて暗くなられちゃったら本当何にも見えなくなっちゃうから私。勝手にカメラがポコポコ動いちゃうんですよね。何あれ置いてある台が首振っちゃう。これがね、どっち行っていいんだかね、どこにどう行っていいんだかよくわかんないんですよ。昔ね、昔その昔何回か来てるんですよね。でも全然覚えてなくて、全く覚えてなくて、でこの辺ここにもう入っちゃダメって書いてあるんですよ。Not enter, keep out って書いてあるから、ちょっと怖くなって。でも禁断の島とか行く時にもこういう札いっぱいあるじゃないですか。今は知らないけど入っちゃダメですよみたいな札いっぱいあるから、入っちゃっていいのかなとも思ったけど、まあ、銃でも突きつけられたら怖いから入るのやめました。ちょっとごめんなさいね、この辺ちょっと汚いまんまだ。ちょっとろくな編集をしなかったからすいません、汚いままです。ちょっと怖いなと思って違うところに行こうと思って走り出したんですけど、あの奥入っていいのかな。禁断の島とかにもああやって入っちゃダメですよって書いてあるところがいっぱいあるんですけど、それでも入っていってたからいいのかなとも思うんだけど、本当に行けなかったら怖いから帰ってきましたね。で違うところに行こうと思ったんですけど、この帰り道だったと思うんですよ。いきなりね、音声そのまま残してあるんで、いきなり携帯がね GPS がなくなりましたみたいなこと言われて、ちょっとやばいと思って怖いと思ったんですよね。ちょっとこれね、自分で携帯で音を聞いてみればいいの。携帯で聞けるかな。ダメだな、携帯つけても映像がずれずれなんだよね、きっと。音声こんなね GPS がなくなりましたなんて言われたの過去に初めてのことだったんで、GPS 信号が失われました。ちょっと嫌な気がして逃げ帰ってきましたね。
もうね、日が落ち始めるとほんと早いんで、4時5時ぐらいだったから、暗くなっちゃうと自分がどこ走ってくか分かんなくなっちゃうから、とりあえず大きな道に早く出たくて途中でね、パラパラってマリアの祠に行く前に雨降られたんですよね。本当にパラパラっていうだけ。どこ行っても大自然ですね。もう自然しかないんですよね、サイパンは。もうね、結構ガタガタ道多かったから、マリアの祠のイメージが全く違かったんで、ちょっとそのイメージも愕然としちゃったんですけどね。ちょっとガクッとして落ち込んじゃったんですよね。昔のね、なんか神聖、神聖は今も神聖な場所なんでしょうけど、なんかもっと神聖なねイメージがあったんですよ。音を立てちゃいけないみたいな、キャピキャピしちゃいけないみたいなねイメージがあったんですけど、そろそろ言ったかな。もし音がGPS がなくなりましたっていう音が聞こえたら教えてもらいたいんですけど、コメントくれると嬉しいけど。ちょっとビビりましたね。ちょっとじゃないな、結構ビビった。早くもう大通りに出たいって、車が見えた瞬間にちょっと安心しましたね。ちょっと水飲みます。待って。ここでやっと大通りに出れたんでちょっと安心。ちょっと安心しましたね、ここね。もうなんか GPS なくなるんだと思って怖いから、もう今日は退散っていう状態で、途中でねパパイヤの木があって実がついてないかなって見たんですけど、まだ実がついてなくて、撮った映像どっかに入れたんだけどな。どっか行っちゃったな。どっか行っちゃいましたね。6分で着かないっていうことは分かりました。 Google マップの通りには行かないです。サイパンでは。この通りに戻ってこれればもう安心だなっていう感じなんですけどね。あれ最後にパパイヤの木が入ってましたね。ちょっとずれちゃったな、順番が。こんな感じでした、今日は。こんな感じでマリアの空に行ってきたんですけどね、
イメージが全然違ってて、昔とあれ消えちゃった。昔とは違うなって感じでしたね。全くイメージが変わっちゃってて、あれなんでこれ出てこないの？あれ出た。全くイメージが違ってたんで、ちょっとがっかりかなっていう感じでした。なるさん、でもいいですよ。ありがとうございます。すいません。あんなとこでしたね。もう全然イメージがちょっと違ったんで、もっとね、マイナスイオンをガンガン感じるような場所っていうね、イメージを持ってたんで、昔、もう本当に昔、20年前にしか行ってないんで、ちょっとね、全然お土産ができてるのにもびっくりしちゃったんで、ちょっとびっくりでした。これね、ガラパンのこの間のガラパンの映像ですけどね、今日はマリアの祠がメインでした。マリアの祠とGPS がなくなるっていう現象が起きるサイパンで、ああいうことが起きるんだなって。で、携帯がいちいちそんなこと言ってくれるんだっていうのもちょっとびっくりしましたね。そんなこんなであと夕日に間に合いそうだったから、それでなんだっけ、夕日のライブをやろうかなと思ったんですけど、三脚が見つからずやめました。ちょうどね、あの時間にやらないと、あの時間を過ぎちゃうとお腹空いちゃうから、ご飯食べなきゃなんなくなっちゃうんで、ご飯食べる状態の時間になっちゃうんでね。ちょっとね、あんなに変わっちゃうんだなって。マリアの祠のマリア様はあの色だったかな。昔から知ってる人はあの色でした。昔から知ってる人いませんか？あんなカラフルだった覚えがないんだけどな。もっとね、違う感じのイメージがあったんですよ。で、絶対にもっと木が生い茂ってたはずなんですけど、あんな明るい状態になってるなんて思ってもいなかったからびっくりです。で、井戸みたいなキコキコって手でやるやつ、あれもウォータータンクからのだと思うんで、ちょっと悲しいですよね。昔はもしかしたら水が出てたのかもしれないし、本当は水が出てたのかなとも思うし、どうなのかなって。この間の映像ですね。今日はマリアの祠と、もう一個なんとかなんとか C に行こうとして入るなって書いてあったから帰ってきちゃったっていうやつですね。ね、今日もねガラパン撮ったんですけど、編集間に合わなかったんで
編集してないんで、出してないんですけど、今日のガラパン人がいない。日曜日なのにね。マイクロビーチの方は今日は行かなかったんであれなんですけど、マイクロビーチはローカルがね、日曜日だといつもはいるんですけど、今日は全然見てないんでわかんないですけど、まあそんな感じですね。明日がもう月曜日でしょ。明日4月え明日4月31日があるか31日があるね。で、あさってエイプリルフールで関税前でトランプさんがまた一波乱ありそうな気もしないでもないんですけどね。センチメントがね、リスクオフでこんな時に言ったらビョンと跳ねそうな気もするし、ドーンと下がりそうな気もするし、ドル円はとりあえず下がってもらえれば、ドルがちょっとでも安くなってくれれば観光客も帰って帰ってきやすいかと言葉が単語が変だよ。もう帰ってきやすいですけどね。どうなることやら。でもとにかくサイパンはもうちょっとね、政府が動いてもらえないと。アメリカ救済って言ったり、あとはAI 事業とかって言ってるけど、 AI 事業今すぐにどうのこうの絶対に無理なんだから、100% 無理でしょ。 DSL しかないサイパンで光になってからじゃないとね。軍事事業のお仕事もくださいみたいなことも言ってるみたいだけど、それにしたってドローンとか作る作業とかそういうようなね、事業を誘致とかになると思うから、それにしたってインターネットは必要だからね。こういうインフラが整ってないところにすぐには始められないから、インフラが整ってからじゃないと進まない話ばっかりで、あとは公園を作るとか、公園作るお金があったらもっと違うところに回してほしいし、ちょっとね、言葉がないですよね。新聞もね、途中までしか書かないから、結局この後は何なんだよっていうことがね、深く次を追ってくんないんですよね。例えば変な話、人が殺されました。昔兄弟が殺されたとかって、姉妹が殺されたっていう事件も結局途中で終わらせられちゃって、その後どういうふうに動いてどうなったかっていうことも全然報じないし、日本だったら徹底的に報じるでしょ。どうなったのかとか、そういうことをね、深掘りをしてくれないから、政府の例えば昔の政府もそういう賄賂だのなんだのっていう汚職っていう事件があったんですけど、それが結局どうなったのかっていうのも、結局は政府の圧力によってマスコミが機能しないんですよ。ここでまた止まっちゃって、
マスコミはだから政府に負けちゃうんでしょうね。私のことだってもう何にも報じてくれないし、おかしいでしょ。1年以上経って強盗事件のことも、12年前の事件ももちろんのことですけど、12年前の事件も泥棒入られましたって言って、その後警察がどう動きましたかっていうことをやらないんですよ、全く。で、泥棒さんが捕まりましたよとか、そういうのがないんですよ。泥棒入られました、はい、窓割られました、終わりっていう報道の仕方だから、その後政府がどう動きましたっていうことをやってくれないから、もう1年ちょっと、一番近い大きな事件で私に関して言えば強盗事件、1年2ヶ月前、その事件が終わっちゃったもう一回、あれ違った、これどうした、なんでつかないの、なんでつかないの、これなんかおかしくなっちゃった。なんかついたからいいや、これで。びっくりした。何かをなんだっけ、何話してたっけそう、深掘りしないって話ね。1年ちょっと前の強盗事件で刑事が初め警察が来るじゃないですか。でその後鑑識が来なかったんですよ。なんで鑑識が来ないのって言ったら、通訳の人が鑑識いらないって言って、私が言ったって言って通訳したんだって言って刑事さんが私に言ったんですよ。でそんなわけないだろって言って、散々鑑識入れないのかって。私、強盗がうんちをしていったんですよ、うちのトイレで。その状態にして待ってたのに全く来ないし、でその状態のまま待ってて、やっと鑑識がみたいのが来て、来たけど指紋も取らないんですよ、全く。あっちこっち触ってんのに。で指紋も取らず、それで帰って、で今度は違う刑事さんから「これはお前のか?」って言って写真が送られてきて、ただ私の荷物なんです。シルバージュエリーだったんで、そうだって言って、ものすごい数ですよね。でそれうちのだよって言ったら、そのまんま1年経っても帰っても来ないし、警察署に聞きに行っても、もうそれは AG オフィスの管轄だからって言って、で今度 AG オフィスに行ってアポイントを取って、わざわざでアポイントの日に行ったら、その日にその人は昨日からバケーションに行きましたって言うんですよ。連絡くれって言ってもずっと来ないし、何回連絡してもなんかアシスタントの人が折り返ししますって何も、もう全部それ録音してあるから全部載せたい、 YouTube に載せたいぐらい、本当にもうありえない対応で意味がわからないですね、本当に。どういう政府はね、これでね良しとしてることがね意味がわからない。これね、この間のなんだっけ、大塚ねねちゃんだっけ、大塚愛だっけ、あれどっち忘れたの PV の場所を今どうなってるか撮ってきましたね。
なんていう曲だったっけな、忘れちゃったけど、前の配信見てください。そうすると説明がされてて載ってます。なんだったっけな、なんだっけな、なんだったっけな、それ、そうそう、なるさん、さくらんぼの人です。さくらんぼの人だけど、さくらんぼって歌じゃないです。曲じゃないです。その人の PV がここで撮影されてたんで、今はどうなってるのかなって言ってる、この場所を撮ってきましたね。この題名は忘れました。なんだっけな、思い出せないね、すぐ忘れちゃうんですよ。なんだっけな、ちょっと今思い出そうと思ってるけどダメだ、フリーズしちゃいましたね。頭の中がもうもうダメ、思い出したいんだけど思い出せなくてフリーズ。なんだっけな、大塚っていう人なのは間違いないです。このさくらんぼの人だっていうのは間違いない喉が枯れてきちゃったもん。もうね、長年ちょっとね患っててずっと喋ってないから口は回らないし、単語っていうの、なんていうの、言葉の会話の仕方も分かんなくなってきちゃったのね。れっきとした日本人なんですけどね。言葉が出なくなっちゃうんですよね。リハビリ配信なんでちょっと頑張ってますけど、お付き合いくださってありがとうございます。これね、今のガラパンですね。最近のガラパン、懐かしい人は懐かしいんじゃないですかね。サイパンに来たことある人は。いや、結構今日はね、だから今までにないちょっとビビりをしたんで、また違うビビり、あんなこと初めて起きたからもし見てない人は巻き戻って見てみてください。マリア・キリストさんなんだっけ、マリアの祠に今日は行った映像をね出して、何かあるんですよね。なんかもっとね神聖な場所っぽかったんですよ、本当に。昔は木々がバーッと覆われてて、私の記憶ではお土産屋さんはなかったと思うんだけど、お土産屋さんがあったから、ちょっとまたそれも違う雰囲気になっててあれでしたね。ダメだ、喉がおかしいもん今日。そんな長くやってないよね今日。そんな長くやってないと思うんだ、喋ってないと思うんだけど喉が今日はおかしいです。なのでまた明日に備えて、明日もセンチメントが良くないので、
ディスクオフの気配がずっと続くかもしれないですけど、これニーサとかって始まったのいつだっけ？ 2022年ぐらい？ 2025年、22年、2022年、岸田さんの時にニーサ買えって言ってニーサ買って、国債を買いましょうみたいなことをやってたんだよね。その時に日経っていくらぐらいだったっけ？買えって言ってた時、今よりは安いか。みんな3万8000下ってきてないから、意外と儲かってんのかみんな。まだ2万7000円とかそのぐらいだったかな。結構、じゃあ1万ぐらい上がってるから全然平気なのかな。そんなことない。3万、でも3万円台ぐらいでみんなニーサ買ってんだよね。ドル円落ちると日経も落ちたりするんで気をつけてください。そんな感じで今日は喉がまたおかしいので今日は終了させていただきます。今日もありがとうございました。なるさん、のばるさん、ありがとうございます。いつも来てくれてる人がコメント来てくれないと寂しいもんですね。そんな感じで今日はありがとうございました。もしよかったらいいねボタン、いいねと登録、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた失礼します。おやすみなさい。よっ。